デイガジェット好きの皆様、こんばんは。そして何かといつも Mac のことで頭がいっぱいなマジの内野でございます。年末年始、師走最後の日曜日、2024年12月29日23時を過ぎたところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。お正月の準備できてますか？クリスマスの片付けとかもあったかと思いますし、なんかね、今日結構道路も混んでいるところを見つけたんで、皆さんね、道中気をつけて、移動していただきたいんですけども、さて今日はですね、ポッドキャスト形式でお届けしたいと思います。ここはですね、私の好きに語れる場所ということで、誰にも邪魔されず自由に話をしていこうかと思います。日常で自分が気づいたこと、感じたことっていうのを、言葉にして皆様の方にお届けしてみて、皆様のリアクションをちょっと楽しみにしているというところでございます。今日は、Mac の SSD について、Mac で使う SSD についてお話をしようかと思います。これ地味に悩んでいる人多いと思うんで、ちょうどピックアップしてもいいかなと思いました。さて、今日架空ではございますが、お便りが届いております。ラジオネーム SSD 迷子のまさるさんからいただきました。最近久しぶりに家族写真を見返そうと思ったら、写真が入っている古い SATA SSD が遅すぎてイライラしました。そこで Mac で高速な NVMe に移行したいと思いました。調べてみると PCIe 5.0 の SSD が最速らしいですが、ランダムリードライトの体感速度は PCIe 3.0 とあまり変わらないという噂が。結局どれを選べばいいんでしょうか？ありがとうございます。まさるさんありがとうございます。これね、全く僕と同じ状況で、ちょうどいいんで取り上げてみましょう。本日も素敵なお酒で静かな夜に感謝したいと思います。本日のお酒は秋田県大館市の北鹿さんの大吟醸北秋田でございます。秋田の良質な天然水で秋田の厳寒な時期に丹精込めて仕込んだ本格派大吟醸酒。味わいの特徴は甘辛で、おすすめの飲み方は冷やし5度から10度。ではいただいてみたいと思います。もう飲んでるんですけどね。もうね、酔い始めちゃって。で、今日はですね、私がたまたま一人の時間が確保できたんで、溜まっていたことをやろうと思って、いろいろあれこれ、手続き関係とか、書類の見直しとか、来年に向けてやんなきゃいけない手続き関係をやってましたと、午前中。で、それが終わった頃ですね、ちょっとパソコンやりすぎて目が、めまいがして、ちょっと横になって休憩してたんですね。で、そしたら、夕方、3時ぐらいかな。3時ぐらいになったんで、もうちょっとやりたいことがないかなと考えたら、写真を見返したくなったんですよね。最近なかなかまとまった時間なかったんで、思い切ってね、古いディスクとか、古い写真を見直したいなと思って。でね、どこから話せばいいのか。昔の写真といえばね、ちょっと私が iPhone をね、初めてゲットした時、2010年ぐらいかなの時から、ずっと撮ってた写真のほとんど実はロストしちゃって失ったことがあって、もう今でも失ってるんですけど、2020、16年、14年ぐらいか、3年分ぐらいの思い出を全部消しちゃったことがあって、それは、こうやってお酒飲んで調子こいてハードディスクの整理をしていたと。で、ハードディスク、当時使ってた MacBook が、左と右に、USB-C 端子があって、左にサブのハードディスク、右にメインのハードディスク。これは、メインのハードディスクと、メインのハードディスクのバックアップを保存するサブのハードディスクっていう状況で、調子こいてね、知らないんですけどね、両方ともフォーマットしたんですよ。この世に存在するハードディスクとそのバックアップを同時にフォーマットしたんですよ。消えますよね、データがね。しかもね、2回3回フォーマットしてるんですよ。念のためとか言って。酔った勢いで。それ以降ね、私はね、ハードディスクをね、フォーマットする作業の時は必ず1個しか繋がないで、終わったらシャットダウンして、引っこ抜いてもう一回
OS を再起動するっていう、このオペレーションを徹底してますね。同時につないでフォーマットするなと。取り違えたフォーマットっていうのはね、大変なことなんで、バックアップさえ残ってればね、なんとでもなかったんですけどね、もうバックアップもう両方消しちゃったし、もう何重にも消しちゃったんで、あれ多分パーティションテーブルとかを復旧したところでじゃないですかね。パーティションテーブルが復活したとって、なんとか今適当なこと言ってますけど、で、写真は復活しませんと。昔の写真はね。で、それ以降保存してる写真はまだあるんですよ。それ以降は厳重にね、何重にもバックアップしてるんで、思い出の写真はいっぱいあると。延べ10年分、10年分くらいか、あるんですけど、その、フォーマットしちゃってからね、は USB 3.0 のハードディスクにしまっていて、で、ちょっと NAS というものに出会って、その言葉を知って、当時、QNAP の TS212P っていう2万円もしないようなNAS を買ってみたんですけど、QNAP のいいところはね、ビルトイン OS で、NTP サーバーがあるとか、LDAP サーバーが動きますとか、FTP サーバーにもなります、SMTP サーバーにもなりますみたいな、いろんな機能がある。NAS というよりはサーバーだと。ネットワーク、ファイルシステムも当然できるだけではなくて、それ以外のビデオサーバーとか、そういうありとあらゆる常駐して起動しっぱなしの省エネなコンピューターっていう特性、立ち位置を生かして、いろんな機能が入っている NAS、高級 NAS、高性能 NAS を買ったんですけど、実はそれ低性能すぎてやめたんですよね。セレロンだったかな、肉機セレロンが搭載されていて、使い物にならなくてすぐやめちゃったんですけど、で、結局 NAS は諦めて、やっぱりローカルで使った方がまだマシかと思って、当時クラウドとかもよくわかんなかったし、クラウドストレージに預けても、結局、行きはただだっけで、出すときにお金かかるとか、クラウドストレージに預けてる間時間がかかるとか、時間分お金がかかるとか、容量に応じて単価が変わっていくとかって面倒だからと思って、結局ハードディスクを、泣く泣く買って、ローカルにつないで、二重三重にやろうと思うから同じハードディスク買ってきて、もう手作業で2回3回繰り返しバックアップしてるっていう、すごいね、涙ぐましい努力をしていました。で、それが、つい3年ぐらい前に、4年前か、そろそろ潮時かと思って、とりあえずハードディスクをやめようと思って、大きくそこで変えようと思ったのが、ハードディスクから SSD に変えようと。当然ね、NVMe とか使ってて、やっぱりもうハードディスクは終わったよね。で、SATA の SSD も遅いねってことはもう重々分かったと。なので、私の家では全てオール NVMe と思ったのが4年前です。ただ4年前に、やっぱコロナ状況だと半導体が全然買えなくて、NVMe が高いとか買えるとか買えないとかそういう次元じゃないと。そんなこと言ってる場合じゃないみたいな状況だったんですよね。で、もう、やっぱり写真のデータは大事にしたいなと思って、買ったんですよ。SSD を。SATA の SSD を買いました。SATA の SSD4TB 分、2020年7月18日土曜日時点で、価格は当時56,800円。2020年7月の時に 4TB の SATA の SSD、3ディスク製が56,800円でした。これは買ったんですよね。で、写真を保存していって、確か基本的にハードディスクに持っていた全部のデータを、その4テラの3ディスクの56,800円の SSD に乗っけることに成功したほぼ成功しました。全然使わないだろみたいなアーカイブ状態のファイルはもうハードディスクに置いといたまま、写真とか見返したい時にすぐ見たいみたいなものは全部 SSD に移動しました。SATA の SSD に移動したと。で、さらに2年経って、これ買ってるんですよね。サムスンの、MZ77798 で 8TB 2.5 インチ SATA の SSD99,800 円。2022年9月です。2022年9月10日に私は99,800円、10万円で8テラの SATA SSD を買ってますね。
で、この時に、確かもう、その4テラの完全上位互換の容量の SSD を買って、バックアップにしたいと思って、バックアップなんでこう2倍ぐらいの容量があった方が安心だろうと思って、当時やっぱり勇気いったんですけど、8TB 買いましたと。で、2022年時点で、私の感覚で当然 NVMe で買いたかったんですけど、買わなかったっていうか、多分その時に 8TB の NVMe なんかなかったんですよ。4TB の NVMe がしかなかったかな。で、8TB を優先した結果、8TB の SATA SSD を買ったという構図ですね。というわけで、その時の価格で言えば56,800円の 4TB と99,800円、10万円の 8TB の SATA SSD、合計10万と6万、16万ぐらいの SSD を持った状態で、基本的に写真をこうカバーしていた状況でした。で、当然、今日までその状況で、今日、SATA の SSD を引っ張って持ってきたんですよ。で、新しい Mac を買ってきたんで、初めてつなぐと。そうすると、Mac ユーザーの方はわかると思うんですけど、Mac の内蔵の写真ってアプリで、こう写真ライブラリっていう、一つのこうファイル、一つのパッケージの中に、Mac が写真をこう構造化して、一つのファイルっぽくまとめてくれているんですけど、そのファイルを開くと、必ず新しい Mac で開こうとすると、最適化中みたいな。で、10分ぐらい待たされると。内容にも、容量にもよるんですけど、なんか1秒で終わるやつもあれば、10分ぐらい、20分ぐらいかかるやつもあると。で、今回、その、一番大きなメインの写真のライブラリ開いたときに、結構待った気がするんですね。10分ぐらい待ったかな。結構長く待って、で、やっと開いたと思ったら、ほとんどの写真がローなんですよね。写真を撮ったすごいいろんな情報が入っている圧縮されてないようなデータばっかりで、重すぎて全然開かないんですよね。最新の Mac を買ったけど全然表示されないのは、これ明らかにストレージが遅いんだろうと。で、今日の話につながってくるんですけど、SATA の SSD が遅い問題ですよ。これね、SATA の SSD ちやほやされてたのは10年ぐらい前は良かったんですけど、いかんせん今 PCI 接続のストレージの時代なので、もう我々人間の体感スピードは完全にしか受け付けない体感スピードになってるんじゃないかと。特に OS とかゲームとかランダムアクセスが発生するもの、既存のデータをいっぱい読み書きするものに関しては、もう NVMe じゃないと快適じゃないと思いますね。だから SATA の SSD なんてもう古いんですよ。レガシーなんですよ。で、そんなものにこうね、写真を入れていると。当時はしょうがなかったにしても、やっぱ2024年の感覚で言えば、やっぱり SATA の SSD 遅いなってことになりましたので、よっしゃと。ここでこう、サンダーボルト5のポートがあるし、サンダーボルト5接続で PCI5.0 かなって、最新の規格同士でつなげば早いかなと思ったんですけど、PCIe5.0 の NVMe と 4.0 と 3.0 の、これゲームの有名な YouTuber さんがやってくれてますけど、ローディング比較。ほとんど変わってないんですよ。つまり PCIe3.0 の NVMe を買っても 5.0 のやつを買ってもほとんど差がない。そのゲームのローディングっていう、その方が上げてくれてる比較動画の中の話ですけど、ほとんど変わってないんですよ。1分が2分になるとか、2分が1分になるとかじゃなくて、もうほんの数秒しか変わってないと。もちろん、全てがそういうケースではないんですけど、そうなのかと思っちゃったんですよ、私はね。つまり PCIe5.0 っていう最新の NVMe に飛びつく理由が1個減ったんですよね。実際どうなのよと。実際体感速度どうなのよっていう大事な部分があやふやになっちゃったんで、PCI5.0 のじゃなくてもいいかと思って Amazon で今日見ました。で、今日時点の価格で
お伝えしますと、ウエスタンデジタル 4TB、今現在の価格だと37,109円。ここ覚えておいてくださいよ。37,109円。ウエスタンデジタル 4TB、4.0 かな PCIe 4.0 M.2 NVMe 4TB ウエスタンデジタル37,109円じゃないですか。一方で、ウエスタンデジタル 4TB SATA SSD 49,412円。12,000円以上差が開いてます。NVMe の方安いと。これとんでもない状況ですよ。2020年に私が 4TB で買った SATA SSD56,800 円。今日同じ 4TB の、しかもPCI 4.0、今現役の買うと37,109円。しかもここにポイントつきますから、Amazon だと。3万、6,000円台になります。はてと。これはね、今ね、ストレージめちゃめちゃ安いって言ってもいいんじゃないですかね。びっくりしましたよ。ストレージこんなに安いんだね。今ね。安いよね。4TB、その3万7千円のストレージは高いです。正直高いです。ただ、これ安いですよ。多分安いと思います。これはかなり安いと思います。と私は思った。だから、今こう、ストレージを買おうかなって思ったとして、Windows でも一緒で、この37,109円のデジタル PCIe 4.0 接続のものを買えば間違いないんじゃないかなと思いますね。いや、間違いないと思いますね。ウエスタンデジタルだったら大丈夫だと思いますね。SSD のコントローラーの関係で使われるドライバーが違って、このドライバーの性能が悪いとか、ドライバーのソフトウェアの構造がいけてないとかでクラッシュするとか、いうことがあるかどうかは、結局コントローラーが求めるドライバーっていうのが決まっちゃうんで、コントローラーを採用してるメーカーっていうのはメーカーごとに違うんで、ウエスタンデジタルだったら多分大丈夫なんじゃないかなと私は思ってますね。で、これで使う NVMe は決まったかなって思いました。PCIe 5.0 じゃなくてもいいんだな。PCI 4.0 でいいかと思ったら、2年前に頑張って買ったSATA の SSD は一体何だったんだろうって思っちゃうぐらい安いっていう、それよりずっと速いストレージが安いっていう、素晴らしい、皮肉にも素晴らしい時代が来てると。で、これをちょっと買うと決めましょうとなった時に、もう一つ問題があります。NVMe っていうのは、M.2 っていう端子で接続するんですけども、Mac にはないと。なので、Mac につなぐためには M.2 の端子を USB ないしはサンダーボルトに変換してくれるケースが必要です。NVMe をしまって、そのケースに端子の変換アダプターがついていて、そこから Mac につなぐみたいな流れですね。で、今回買った2024年の新作 MacBook Pro には Thunderbolt 5っていう新しい規格の端子があります。当然 NVMe を Thunderbolt 5でつなげば、すべてのね、NVMe の性能が出し切れるんだと思ったんですけど、2つ問題がありました。現時点で Thunderbolt 5の NVMe ケースなんてものは数少ないですね。というかもう Amazon で買えそうなものはなかったです。すぐ買えそうなものはなかったです。よくわかんないものしかなかったです。なので、Thunderbolt 5に対応した NVMe ケースっていうのは、現時点では難しいかなと思いました。Mac の場合だと、Apple がマザーボードに直付けしている NVMe 以外は CPU につなぐ方法が今のところないので、サードパーティー製でNVMe を買ってきてもつなぐ方法がない。Mac Pro 2019年モデルはできるのかな。いずれにしても現状の Apple Silicon シリーズでは皆無ですね。なので Apple 製品で内蔵のストレージを変えたいときは、もう買うときに決めるしかない。8TB とか、そういうのも選ぶしかない。今現状だと、例えば今回の確か 8TB オプションいくら確認をしてみましょうか。MacBook Pro M4 モデル16インチにしましょうか。M4 Max にしましょうか。16インチ M4 Max
8TB のオプションは33万円。かなり高いですね。もちろんいろいろな理由があると思うんですけど、8TB のストレージ、SSD、NVMe を Apple MacBook Pro に搭載しようとすると33万円すると。桁違いですね。桁違いに高いですね。なんで、これが避けたいのであれば、1TB とか標準のものを買って、サンダーボルト5で接続の NVMe 買ってくればいいんですけど、結局そのポテンシャル出し切れない。なので、Apple の通りですけど、33万円払って 8TB にした方が幸せになれると。33万円払わなきゃいけないけども、それは現状 Apple のこのエコシステムの中でできる最も高速なストレージは買うときに決めるストレージだと。後から接続しようっていうのはある程度速度がキャップされているものだということを気に留めなければならない。それでもいいというんだったらそれでもいいんですけど、それじゃあなんか負けた気がするわとか、それじゃあ話にならないっていう人は33万円だとか15万円の 4TB ストレージオプションをつけるしかないと。つけるしかない。これ以外に方法はない。マザーボード直付けのはずなんで、外してどうのこうのはできないはずなんで、分解してどうのこうのはできないはずですね。ここがね、残念ポイント。致し方ないとは言っちゃ致し方ないんですけど、高いですね。ストレージは、私も今まで昔は何も気に留めなかったんです。容量の方が大事かと思ってたら、その接続の形式とか、プロトコルによって、いろいろ考えられる性能の種類が違うなと思いましたね。ストレージが多い方がコントローラーが多いとか、キャッシュが多いとか、なんかストレージ固有の原因、開けてみなきゃわからないこととかがあるらしいので、発売されて少ししてからレビューが上がってくるのを待ってみるっていうのもありかなと思ったりもしてました。8TB のストレージは現状33万円が MacBook Pro に載せるには必要な資金になります。あの価格以上の価値がちょっとなかなかね、見出せなくて、3分の1ぐらいの価格っていうのは、難しいにしても半額ぐらい、15万で8テラだったら、いいかって思いますけど、33万円だとさすがにどうかなって思っちゃうんで、だったら4テラ15万円かな。つけてもよかったかもしれないなと、今更ながら思いました。はい。というわけでですね、ちょっと今回私がお伝えしたかったのは、私の写真を管理するという状況から見えてきた現時点での現実的な回というのは、Mac で大容量の写真とか動画を外付けハードディスク、外付けディスクで管理したいという場合は、少なくとも NVMe、PCI 接続であれば基本的に問題ないと。3.0 でも 4.0 でも 5.0 でも構いません。むしろ今 3.0 は手に入りにくいかもしれないですね。結構絶版とかで。4.0 あたりがこなれた価格になっているかと思います。PCI 4.0 接続の NVMe がおすすめかと思います。4TB。ぜひ選んでいただきたいと思います。今日は Mac で NVMe に関する試行錯誤をまとめたというお話でした。大銀町北秋田、株式会社北歯科さん、セブンイレブンで買ってきました。ありがとうございました。皆様おやすみなさい。